皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。 JGC プレミア市場の第3弾は成田からクアラルンプールに向かいます。今回はプレエコとビジネスクラスでの往復です。これまでの動画でお伝えした通り、今回は3セットの航空券を手配しています。羽田沖縄を往復する国内線航空券、沖縄出発でクアラルンプールに向かう国際線航空券、そしてクアラルンプールからニューヨークに向かう海外発券航空券、この3つを組み合わせることで羽田出発であちこちをぐるぐる回りながら試乗するルートを組んでいました。このうちニューヨーク旅行とクアラルンプール旅行の間は3週間のストップオーバーを取っています。今回の旅はこの後半のクアラルンプール旅行です。行きがプレエコ、帰りがビジネスクラスで手配しています。計画時点では帰りもプレエコでも FOP 的には十分だったんですが、予定日にプレエコの空きがなかったんですよね。なので少しゆったりとビジネスクラスでのフライトの様子もお届けします。現時点での FOP は3454ポイント、目標は8万ポイントなので今回で折り返しですね。成田は前回同様ワンワールドのステータスでファストトラックが使えます。なのでさっと手続きしていきましょう。出国完了です。今日はあんまり時間ないんですが、軽くラウンジにも寄っていきましょう。今日は金曜日10時40分くらいですが、ダイニングがビュッフェ形式になっていました。この間はスタッフに注文する形式だったけど、お客が少ないとこうなるのかな。カレーとサラダを少しもらってきました。なんだかいつも同じようなものばかり食べちゃいますね。一通り食べた結果、やっぱりこの辺に落ち着くんですよね。搭乗開始まで30分くらいなのでさっといただきましょう。ビーフカレーは具がたくさんありました。ビュッフェと具が少なくなっちゃうとかありがちですけど、そこは桜ラウンジ、ちゃんと美味しくいただけます。モンブランも食べてみます。これは初めて食べるかもしれない。下のフロアに降りてきました。空はあいにくの曇り模様。今回乗るのは鶴丸ロゴだけ見えているあの機体ですね、多分。前回のクアラルンプール行きは時間の割にお酒を飲みすぎてたので、今回は控えめにします。前回の動画でもお伝えしましたが、マレーシアの入国カードは電子化されています。なので日本で電波状況のいいうちに申請しておきましょう。今回は1泊目はリッツカールトンなので、そこの住所を記入しておきます。では搭乗ゲートへ向かいます。約1ヶ月ぶりのクアラルンプールですね。まあでも前回は5時間しかいなかったので、実質今回が初体験みたいなものです。今回乗る飛行機はこいつですね。フェイスエクスプレスを登録済みなのでグループ1で搭乗予定です。就航再開したイベリア航空がいますね。今度ヨーロッパに行くときには使ってみたいな。でもまずは JGC プレミアを達成してワンワールドエメラルドになることが先ですね。プレエコのシートです。今回も翼の上。いつものバルクシートです。足が伸ばせると快適さがだいぶ違うからね。今日はなぜか空席が多くて隣もいないらしいです。プレエコ全体でも3人しか乗ってない。でもビジネスは埋まってるように見えたので、インボラで移った人がいるのかな。そろそろ出発みたいです。係員さんの丁寧な働きぶりを見ると日本だなって思いますね。こういう方々が仕事をしてくれてると思うと安心して飛行機に乗ることができます。ホヌがいます。この子たちいつも端っこの方に止められてますよね。A380 も乗ったことがないので、いずれ乗りたい機体。飛行機趣味は終わりがないよね。貨物用途だろうけど真っ白な747がいました。群れの中のアルビノみたいにとても目を引きます。747も乗った記憶がないのでもう一度乗っておきたいところ。子供の頃に何度も乗ってるはずなんですけどね。離陸です。空気が見える。この現象面白いですよね。多国籍だと前方モニターはないんですが、肘掛け下に入っていました。なんかちょっと斜めで気になる。このヒンジがちょっとへたってきてるのかな。
持ち上げても固定されない。とりあえずやることといったらフライトマップの表示ですよね。こないだみたいにまずは九十九里浜の方に出てから南西を目指すみたいです。雲の上に出てきました。今日は空隙が多いからかのんびりした雰囲気のフライトです。とりあえずビールをいただきます。お隣がいないのでそっちのテーブルも使わせてもらいます。すごいゆったり。ハワイ風の柿ピーも。中身は普通の柿ピーです。機内食のお時間です。前回まででプレーコの機内食は和洋食ともに食べたので、今回は有料機内食。メインはビーフシチューです。ちなみに和食はバラチラシでした。あとはサラダとフォアグラ風味のマカロンとエビのサラダ、それに桜と白インゲンのムース、あとフルーツね。これは事前に注文しておくことで機内食をアップグレードできるサービス。だいたい3000円くらいで利用できます。季節ごとにメニューが変わり、今は春メニューってことかな。日本発便でオーダーできて3000円もしくは30米ドル相当の価格。このフライトはクアラルンプール発券なのでマレーシアリンギットラで支払いました。出発25時間前までの申し込みが必要で、対象はエコノミーとプレエコ利用客。ちょっと違ったものが食べたい時にはチェックしてみるのもいいんじゃないでしょうか。ビーフシチューは具だくさん、柔らかくて美味しいです。パンをつけたりするとこれもまた美味しそう。美味しいです。エビはバジル風味にマリネされています。プリッとしてて食感もいいね。桜と白インゲンのムース。口の中に桜の香りが広がります。春っぽくていいね。フォアグラ風味のマカロン。あくまで風味みたい。最後にアイスもいただきました。これ成分表示がないんだよね。 JFK から帰ってくるフライトの時はどでかくカロリーが書いてあって面白かったんだけど。食事を終えて今は日本時間で13時20分頃。出発から2時間くらい経ちました。機内食の回収と同時にツナサラダパンが配られます。もうちょっとしてから食べましょう。作業していたらだいぶ近づいてきました。プレーコはガラガラなのでとても静かです。ここまでなのも珍しいね。目的地まではあと2時間半くらい。この間の香港日帰り旅行の動画を編集しています。普段なかなかまとまった時間が取れないので、フライト中は格好の作業時間。ツナサラダパンを作業のお供にします。いつもの安定の味。編集って時間かかるんですよね。 CA さんがアイマスクをくれました。ビジネスに乗ると席に置いてあるやつだね。チャロのロゴ入り。陸地が近づいてきたみたい。雲がもこもこしてきました。今日は日中のフライトだけど、基本的にずっと海の上だったから風景は変わり映えしなかったね。もうマレーシアの上空を飛んでいます。あと10分くらいかな。無事着陸しました。3週間ぶりのクアラルンプールに到着。これで今回の1区間目終了です。今回は3日間滞在できる予定。ホテル天国クアラルンプールでゆったりした週末を過ごそうと思います。入国完了です。今回も滞在の様子は別動画でお届けします。ぜひチャンネル登録して観光編もご覧ください。
さて2日後に空港に帰ってきました。現在は16時15分。帰りは20時50分発のフライトなので時間には余裕があります。フライト前にご飯を食べたりシャワーを浴びたりしたいので、まずは制限エリア内に入っちゃいましょう。クアラルンプール国際空港は LCC メインのターミナル2と今回のターミナル1があります。ターミナル2にはマッサージ屋さんなんかもあるみたいでちょっと気になるんですが、移動が面倒なのでまた今度にしました。今後も何度も来る空港だと思うのでね。この空港は対象国は電子ゲートで出国手続きができます。右側は一般の有人カウンター。日本も対象なので左側の電子化ゲートから自動手続きをしましょう。この先は手荷物検査なんですが、ちゃんとした検査は搭乗ゲート前にあるので、ここは適当な雰囲気。なんで2回やるのか謎です。なんなら到着後にも検査あるんですよね、この空港。そんな謎検査を終えて制限エリア内に入りました。今回も搭乗ゲートは C のエリアでサテライト側なので、まずはそこまで移動しておきましょう。クアラルンプール国際空港は大きなハブ空港なんだけど、チャンギや香港と比べるとちょっと閉塞感を感じるんだよね。天井は低くて暗いからかな。サテライトの真ん中にはジャングルボードウォークがあります。でも雨でクローズ中。また次回だね。レストランに入りました。マレーシアっぽいものを最後に食べておこう。コロナ以降世界中でモバイルオーダーが普及したから旅行者には便利になったよね。まず注文したのはサテ。タイでもこの料理はサテって呼ぶので親近感があります。辛うまなソース。あとはミーゴレン。マレーシアよりもインドネシア料理ってイメージだけど、この地域は文化を共有してるからね。ミーが麺でゴレンが揚げるとかだっけ。それじゃあいただきましょう。ミーゴレンは想像通りのお味。日本人的に表現すると辛い焼きそばみたいな感じ。サテも美味しいです。屋台飯ってイメージだからこんなかしこまって食べるの不思議な感じはするけど、この白いのがなんだかわからないのでチャット GPT に聞いてみました。写真を貼り付けたらその内容を理解して答えてくれています。シーンピットっていうみたい。タイ料理で出てくるもち米に役割が近そう。チャット GPT がいると話し相手感覚で疑問を解消できるので一人旅に相性がいいね。聞いてないことも教えてくれるから勉強になります。ナシーンピットは普通のお米を押し固めて作るみたい。勉強になりました。窓の外を見ると KLM が止まっていました。あれはスカンジナビア航空100万マイルチャレンジの時に散々調べた離縁券フライトですね。これもチャット GPT に話しかけてみます。やっぱりアムスからの離縁券フライトみたい。AI の回答はハルシネーションとか精査は必要だけどやっぱり便利。会話のフォーマットで調べ物が進むから孤独な一人旅に向いています。じゃあそろそろラウンジに向かいましょう。現金も消費しておきます。前回迷ったマレーシア航空のゴールデンラウンジです。クアラルンプールはラウンジが多くなくて ANA でもここを使うらしいです。相変わらずでかいラウンジですね。ほんのりインドっぽい匂いがします。時刻はもうすぐ19時っていうところですが、だいぶ混雑しています。端の方に少し人口密度の低いところを見つけました。記憶が薄れる前に今回の旅の写真を整理しています。ここは今日の午前中に行ってきたバトゥ洞窟。天然の巨大洞窟が寺院になっています。クアラルンプールは街のサイズが程よくて観光しやすかったです。
一段落ついたので少しだけご飯、揚げた麺と一緒に前回美味しかったお肉を取ってきました。この麺はピリ辛、お酒が欲しくなる味だね。こっちはトマト系で煮込まれたお肉、これ美味しいんですよね。今は21時半くらいですが相変わらず混んでますね。唯一のエアラインラウンジだからね。フライト前にシャワーを浴びます。ゴールデンラウンジのシャワールームはシンプルですが必要十分。毎回係の人がきれいに掃除してくれています。ドライヤーは受付で借りないといけません。タオルも受付でもらえます。さっぱりしました。これであとは寝るだけ。食後のおやつ、チョコと抹茶のケーキです。まずは抹茶から。甘い。抹茶風チョコレートケーキですね。ということはこれもほとんど同じ味な気がする。チョコですね。ごちそうさまでした。そろそろゲートに向かいます。ラウンジからは歩いて5分くらいなのでそう遠くはありません。ここですね。2回目の手荷物検査を済ませて待合室のような空間で待ちます。搭乗は出発の20分前ですが、この部屋は40分前から入れたみたい。もうちょっとですね。それでは搭乗です。帰りはビジネスクラス。シートはこんな感じ。隣席とは区切られた独立した空間です。足がまっすぐに伸ばせるようになっていて、足元にはキャリーケースも収容できます。行きでもいただいたメグリズム、アメニティセット、長距離路線じゃないのでコンパクトな内容。今回はスカイスイートのシートです。搭乗からはかなり時間が経っていますが、よくできた快適なシートです。モニターも大きいね。今回は深夜便なので機内食は明け方かな。それまでゆっくり休みましょう。あまり混んでいないみたいでもう離陸です。静かな夜に飛び立っていくのって寂しさが2割増しくらいになりますね。いいところだったのでまた来たいな、クアラルンプール。深夜便なので真っ暗に消灯されています。外を一つで照らしているので撮影難度が高い。今回はフルフラットになるシート。シート横のパネルで操作できます。結構使い込まれていて、下の方のボタンとか押したら何が起きるのかわからない。隣の席とのパーテーションもここで操作します。飲み物のメニュー、もう少し早い時間帯だったらワインとか飲みたかったけど、もう寝るだけだしね。やっぱりプレイコと比べてラインナップが豊富。離陸後に軽食も配られます。美味しそうではある。朝食は和洋食から選べます。海外発便だし洋食にしておこうかな。Wi-Fi もビジネスクラスはフライト中無料で使えます。プロモーションコードを取得する手間があるんだけどありがたいね。軽食が運ばれてきました。健康的なサンド。マグロが結構存在感。こっちは蒸し豆腐らしいけどイメージとちょっと違った。牛ひき肉の部分かな。あ、これ美味しいですね。思ったよりも味がしっかりめについています。豆腐は中に入っていたみたい。
海外によくある筒状の形状の豆腐だ。飲み物はアップルクーラーにしました。じゃあ食べ終わったのでちょっと横になりましょうかね。フルフラットにして横になっています。布団はついてるんだけどマットがないので背中はちょっとゴリッとします。長距離路線だとマットもあるんだけどアジア路線だとないんですね。でも横になれるだけでもかなり楽です。じゃあしばらく寝ていきましょう。おはようございます。時刻は日本時間で4時。3時間半ほど眠れました。これから朝食です。しっかり横になれたのでこの間の香港エクスプレスよりもだいぶ楽です。でもアジア路線だとせっかくのビジネスでも時間が短いね。この後2時間くらいでもう着陸です。ご飯を運んでいただきました。美味しそうだけど寝起き10分で食べる量じゃないな。スクランブルエッグとチキンデュオナ、あとグラノーラ、このヨーグルトや蜂蜜と食べるのかな。あとはフルーツですね。普段は朝ごはんを食べないのに今日はとても健康的な朝食。ではいただきます。ビジネスクラスの機内食ってパンが特徴的ですよね。なんか食感がすごくしっかりしたパンがついてくることが多い気がします。これがチキンデュオナ。野菜が一緒に入ったソーセージがリオナだったはず。美味しいね。スクランブルエッグ、結構揺れるところを飛んでるみたいですね。というわけでごちそうさまでした。朝からしっかり食べたな。機内はまだ暗いムード。もう一眠りできるかな。時刻はまだ5時。着陸には1時間半くらいあります。外が明るくなってきました。5時42分。すでに日本上空、和歌山の辺りを飛んでいます。関東に近づくにつれて雲が出てきました。今日の東京は曇り模様みたいです。成田空港に到着しました。やっぱり曇りですね。なんと外の気温は5度らしいです。ついさっきまで35度だったんですけどね。3月末の東京にしてはかなり気温が下がっています。日本に入国完了です。これで今回の2区間目が終了ですが、沖縄往復がまだ残っているので一旦家に荷物を置いたら羽田空港に向かいます。この最後の単価改善区間を飛ぶ必要があるんです。朝6時半、京成線で帰るんですがまだ電車の本数が少ない時間帯です。スカイライナーがやってないので京成アクセス線を使います。30分くらい時間が余計にかかるけど睡眠時間に当てることにしましょう。お客さんも全然いないね。羽田空港にやってきました。時刻は午後1時半です。家でシャワーを浴びて荷物を軽くしてきました。これから乗るのは14時50分の919便。あと1時間くらいで出発ですね。ラウンジの電話ブースでウェブミーティングをやってきました。今日は移動の合間にミーティングがいくつか入っているのでドタバタします。ラウンジが使えて助かった。体がお出汁を求めているのでそばをお昼に食べます。外国のご飯も好きだけどやっぱりこういうのが一番落ち着きますね。約束された美味しさと安心感。現在の東京は少し気温は上がって9度。もうすぐ4月とは思えない寒さです。
でも沖縄も今日はそこまで暖かくならないみたいで18度の予報。クアラルンプールとの気温差で体調を崩さないようにしないとね。那覇にはいつもの A350 で向かいます。那覇路線の快適さはやっぱり JAL がダントツですね。まだ比較的新しい飛行機なのにすでに結構の回数乗ってるみたい。P738 はさすがに歴史も長いし LCC の主力でもあるから一番乗ってるらしい。さて登場です。このフライトはさっきの国際線の国内乗り継ぎ区間という扱い。さっきのフライトがビジネスだったのでこのフライトもクラス J の席になっています。昔はクラス J が普通席にプラス1000円で乗れたんだからすごかったよね。今は沖縄路線だと3000円からかな。足元もこのゆとり。でも最近は満席なことが多いので久しぶりにクラス J になりました。自分一人ならまだいいんですけど家族4人分だとなかなか空いてないんですよね。なので今日は一人でクラス J に乗っちゃってちょっとした後ろめたさがあります。ビジネスクラスについてきちゃうから変更のしようがないんですけど。このフライトは17時30分に沖縄到着予定。今回はそのまま制限エリアから出ずに19時40分の羽田行きのフライトで折り返す予定です。国際線の後だと国内線のフライトはすごく短く感じますね。飛行時間的にはロンドンからローマに行けるくらいあるんですけど、いつの間にか寝落ちしていました。やっぱりちょっと睡眠が足りてなかったみたい。もう那覇空港はすぐそこです。曇っていても海は綺麗。今回は制限エリアすら出ないので沖縄の景色はこれで最初で最後。狩猟の前後の沖縄往復はなるべく日にちをずらしてのんびり行きたいもんだね。着陸しました。定刻より17分遅れ。もともと短い沖縄滞在がさらに短くなってしまった。何やら目立つ機体が止まってますね。沖縄では初めて見たかも。世の中のマーケ担当者はちょっと大谷翔平とポケモンに頼りすぎな気もします。これで3区間目終了。賞味1時間くらいしかないのでラウンジで作業をして過ごそうと思います。今日もアルコールはお預け。ノンアルのオリオンビールで気分だけ味わいます。例の香港日帰り動画も仕事の合間に編集してるんですが全然進んでいかないんですよね。編集しているのはまだ香港に到着して朝ごはんを食べているあたり。日帰りなのに2泊3日旅と同じくらいの素材がある。香港はそれだけいいところということ。時刻は19時15分。ラスイチの大東寿司を確保しました。大東寿司は市場層にもおなじみの漬けマグロのお寿司。甘めの味付けとねっとりしたマグロの食感が特徴です。相変わらず美味しいね。2、3年ぶりに食べた気がする。本来ならもう搭乗開始の時間なんですが遅れてるみたい。売店からゲートまでは歩いてすぐなので焦らなくても大丈夫。那覇空港はコンパクトだからありがたいね。なんて余裕をかましていたら問題発生です。次のフライトのオンラインチェックインができていませんでした。制限エリア内にずっといたから気づいてなかった。スクララウンジに入るときに次のフライトの QR コードをかざしたときは何も言われなかったのでスルーしてしまっていた。ゲートの係員さんに事情を話して対応してもらい事なきを得ました。余計な仕事を増やしてしまって申し訳ない。最近飛行機に乗りすぎてちょっと雑になってましたね。何はともあれこれが全10フライトの最終区間です。ニューヨークとクアラルンプールに行って那覇にも2回行って楽しい市場でした。ストップオーバーをうまく使えば週末プラスアルファくらいでもゆとりある国際線市場ができましたね。ちなみに A350 の普通席のこのカップホルダーすごく便利ですよね。クラス J でも広いサイドテーブルよりもこれが欲しい。あっという間に羽田が近づいてきましたね。街の光が綺麗だ。羽田に着陸しました。これで JGC プレミア市場の前半戦が終了ですね。国内線と国際線国内乗り継ぎと海外発見を組み合わせて全10区間分のフライトを飛んできました。ここまでで獲得した FOP は 45,574 ポイント。目標の8万ポイントの折り返す地点です。
後半戦も海外発見を絡めてまた行ったことがない都市に飛ぶ予定です。ぜひチャンネル登録して追いかけていただけるとありがたいです。さてここからですが、まだ自宅には帰らず旅が続きます。でも今回の動画は一旦ここまで。ここまでご覧いただきありがとうございました。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。